こんにちは。バーニャインジャパンのチャンネルへようこそ。私はヨシカです。今日はいろいろな日本人の人にインタビューしました。ではご覧ください。ゲーム、携帯とかゲーム機でゲームするのが趣味です。趣味ね、読書とトレーニング、筋トレ。趣味は料理をすることです。映画を見ることです。温泉です。はい。映画を見ることと、あとは音楽を聴くことです。音楽は日本の曲じゃなくってアメリカの曲とか海外の曲の方が聴いてます。はい。私の趣味は囲碁、テーブルゲーム囲碁。原爆を落としたアメリカに起こることはないけど、でもそれを落としたことに関しては別にアメリカじゃなくてもその落とすと人がそれだけ死ぬっていうことを分かってて落としたことに対しては別に日本人だからとかそういうわけじゃなくて怒ってるかな怒ってはないというか、その戦争を実際経験してないから勉強しただけだから怒ってはないけれども、原爆っていうものが怖くて危険なもの、絶対にダメなものっていう認識はあります。はい。いえ、怒ってません。戦争だったので仕方ないかなって思います。アメリカ、たまたまその当事者がアメリカだったということで、これ戦争中であればどの国も対象になると思います。ですので原爆を落としたことに対しては怒っていますが、アメリカがどうこうとは思っていません。はい、正直怒ってはないです。だって日本も悪いことをしてきたし、ただちゃんとしたことについてはとかあったことについては受け継いでいかないといけないと思っていて、じゃないとまた同じような失敗を繰り返すと思うんで、もちろんその歴史はしっかり勉強してそこから学んでいく必要があると思います。はい。なんか実験台にされたような気がする。戦闘員でない人を大量に殺してしまって、これは間違いだと思います。毎回行っています。はい。毎年でもないかな。でも行きますね。はい。はい、あります。はい、あります。毎年は行かないですね行けたら行く感じです。はい。大体行ってます。本当にダメなんですけど、私行ったことがなくって、ただ今年はちゃんと行こうと思っていて、なんでかっていうと、その1票で1票でも国が変わったりするので、そこは大事かなと思っています。旅行には行きたいと思うけど、住むってなったらちょっとためらうかな期間限定とかなら住みたいかもしれないですけど、そのままずっと住むってなると多分日本が恋しくなるんかなって思います。旅行なら昔はどこやったっけな、ニュージーランドに行きたいと思ってたけど、今は特に行きたい国がないです住みたいです正直。けど人種のことにも関わるけど、日本人として海外で住むことってきっとしんどいこともあるやろうから、国は選ぶかなと思います。でもタイとかに住みたいって将来思ってます。はい。そうですね、暖かいところに全く違うところには行きたいと思います。ただ言葉の問題があるのでどうかなとも思います。はい。
住みたいです。シンガポール住みたいです。はい、住んでみたいです。短い期間だけ住んでみたいと思います。カナダとかに住んでみたいです。スペインです。まあ日本がいいです兵庫県は宍粟市山崎町っていうところが大好きです。中学校の時に住んでたところにね、はい。どこやろう。よく行くのは三重、島とか伊勢とかはよく行くし、淡路島とかにもよく行くから、淡路島は好きかな。あと広島とか好きです。北の方は行ったことがないです、あんまり。東京以外兵庫県か熊本県京都か神戸も好きです。そうですね、好きな場所、京都ですかね。お寺に囲まれて、それ独特の雰囲気があると思います。はい、日本で一番好きな場所は神戸です。神戸の特に海が近いハーバーランドの方が好きなんやけど、なんでかっていうと、子供の時行ってたし、神戸は海もあって山もあるから素敵な街だと思います。いやもうこれはもう夫婦によるね。うちは奥さんが管理してます。はい。思いません管理できる方が管理したらいいと思います。お金の管理が得意な方がすればいいと思います。はい。旦那さんがしっかりしていたら別に管理しなくていいと思います。管理しなくても大丈夫です。家計としては、どちらかが、管理できればいいのかなと思います。それが、奥さんであるか旦那さんであるかはその家庭によると思います。すべきじゃないと思います。今は日本では、奥さんも旦那さんもどっちも働いてるから、それぞれ働いたお金は自分たちのものやと思うんで、ちゃんとお金の管理は一緒にしていくっていうのがいいかなと思っていて、食費とか生活費はお互いに出して、それ以外のお金は自分たちで管理すればいいと思います。自分はそうだったけど、人それぞれじゃないですか。それ人種差別っていうよりも差別自体はあると思います。昔からの差別ですね。部落差別とかそういうのもありますし、ただそれが矛先が、外国の人に向かうこともあると思います。基本的には差別っていうのはあるのかなと思います。あると思うんですが、日本人は気づいてない場合が多いです。私が人種差別に、興味を持ったというかちゃんと分かったのが、私はアメリカに留学した時にそれを感じたからです。で、日本人として日本でいると人種差別ってあんまり馴染みがない。なんでかっていうとマジョリティだから。でも正直今小学校の先生ですけど、人種の問題とかはあったりして、ちょっと知っていかないといけないと思います。日本人もちゃんと知っていかないといけないと思います。はい。難しい問題ね。ないことを願いますがわからないです。はい。これは韓国人とかに対してはやっぱりあると思います。反日とか、思ったよりないかなって思います。やっぱり日本人って結構やっぱ違うものを受け入れにくいところがあるから、そういう意味では人種差別があるのかなと思います。あると思いますね。なかなか解消しない。ロシアの、西側の南側、ウクライナの北側、大体の場所は
知りません。ベラルーシそもそも国やと思ってなくて、ベラルーっていう市ってあれシティの市やと思ってたから、それくらい知りませんでした。知らないです。ロシアの近くぐらいぐらい。ベラルーシ、地図上では昔から知ってましたけども、身近に感じたのはイワンさんがこちらに来られてからです。はい、私はベラルーシを知ったきっかけはイバンのおかげなので、正直ちゃんと分かってなかったけど、ロシアに近いっていうのはなんとなくイメージはありました。東ヨーロッパ。はい、皆さんありがとうございました。何か質問があったらコメントで質問してください。好きだったらいいねをお願いします。ではまた。パカパカ。